こんにちは、皆さん。右肩タロットです。はじめましての方もようこそおいでくださいました。ありがとうございます。いつもチャンネル登録や高評価ボタンを押していただいたり、温かな応援のお気持ちを向けてくださいまして、本当にどうもありがとうございます。今後もリーディング動画アップさせていただきたいと思いますので、引き続き応援のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。はい。ということで、今回のテーマとなっておりますのが、あなたのわからないところで大きく動き出していることについてリーディングさせていただきたいと思います。それでは、選択肢の方を選んでいただきたいと思うんですけれども、本日はこちらの、リボンルミナスタロットちゃんに出てきてもらっております。それでは、こちらの3枚のカードの中から気になるカードをお選びください。裏の面でね、選びたいなというあなた様でしたら、今お選びいただけたら良いかなというふうに思います。左側 A、真ん中 B、一番右側 C とさせていただきます。はい、それでは表の面にさせていただきたいと思います。はい、こちら A のカードちゃん、真ん中 B のカードちゃん、一番右側 C のカードちゃんとさせていただきます。それでは一番左の A のカードをお選びいただきましたあなた様のリーディングを開始いたします。よろしくお願いいたします。はい、それでは開けてまいりたいと思います。ソードのクイーンの逆、マジシャンの逆、クリスタルの10の逆、そして、カップの7の逆が出ております。はい、全部ね、逆位置で出てきてくれておりますね。ただ、逆位置だからといって悪いわけじゃないんですね。気になるカードちゃん、こちら私は、注目しました。カップの7のカードが逆に出てます。これって、なんかね、正位置だと、いろいろね、ものがこう頭に浮かんできてしまって、ちょっと意識がこう分散しちゃったりだとか、決めることがなかなかできないとか、そういった意味もあるんですけども、これが逆に出ているということなので、あなた様、A さんは今何かね、迷っていることが少し解消されてきている。つまりは何かをはっきり見ることができたり、あとは何かにこう焦点を絞れたとか、何かに決められた。決めることができたみたいなところを感じるんですね。他のカードじゃ見ていきたいと思うんですけれども、ソードのクイーンさん。そうですね。マジシャンもそう。クリスタルの10なんですけどね。中にはですね、今までご家族のことだったりだとか、そう、気になることがあってね、そこから何か、自分が進めなかったりだとか、できなかったことがあるのかな。はい、そういったことも感じますし、あとはお仕事とかね、キャリアアップとか、自分のね、その、完成形に向かって進んでいきたかったんですけれども、そこに何かの、滞りがあった、阻むものがあったんじゃないかな。いろいろなね、思考を巡らして、アイデアが浮かんできていたりだとか、あとはこの、方向性ですね。そういったものを、こう、いろいろ浮かんではきているんだけれども、実現できなかったりだとか、そこに、すんなりと入っていけなかったりだとか、そう、スムーズなね、展開っていったものが望めなかったのかな。だけれども、今の段階だと少しね、光が差してきて、何かね、見えてきたものがあるんだよっていうことを伝えてきてくれてるんですよね。はい。なので、この先の進路だったり、あとは、そういった、なんていうのかな。切り開いていく、これからの先、道、みたいなところで、自分のイメージが、こう、まとまってきたりだとかね。あとは、ご家庭のことでもそうなんですけれども、そうですね、ご家族の方とか、あとは近しい方からね、何かの意見をもらったりだとかして、それによって、ちょっと思考がこう巡ってしまってですね、頭の中が、それでいっぱいになってしまってなかなか決められなかったりだとか、
何を良しとしていいのかっていったところで、ちょっと迷いがあったりだとかしてたのかな。だけど、そういったことも、だんだんこう、整理されてきている。すっきりしてきているよっていったことも、感じるんですね。はい。もしね、今そういう状態じゃないですよっていうあなた様でしたら、よかったら他の選択肢もご覧いただけたら、幸いでございます。はい。ということでですね、あなた様なんですけど、今ね、じゃあ、頭の中がいっぱいになってるっていう言葉も出てきたんですけれども、気になってることとか、心配していたりだとか、そういったことがあるかどうかちょっと聞いてもいいですか？ですね、こちらの3枚のカードが出たんですけれども、スピリチュアルティーチャー。こちらね、ちょっとジャンプ気味に出てきてくれるのは、ごめんなさい。ジャンプ気味に出てきてくれているので、ちょっと伝えたいことが強いのかな。はい。タロットの方では、ワンドのクイーンさんと、クリスタルの9。これは、ペンタクルの9と、捉えても良いと思うんですけれども、やはりね、あなた様が今、A さん気になっていることは、ご自身のご活躍なのかなというふうに思うんですね。ご自身に持っている、その力、私にはどんな力があるのか、自分にはどんな可能性があるのか、そういったことを、これからね、発揮していくことについて、いろいろ考えていらっしゃるんじゃないかな。スピリチュアルティーチャーがあるので、もしかすると誰かに、大切なことを伝えたりだとかっていう、何か使命を負ってらっしゃったりだとか、先生だったりだとかね。あとはなんか語り部とかお話とか、そういった人に伝えること、あとはご自身の中の、経験とか、インスピレーション。それを具現化して形にして、これからね、表出させていきたい。皆さんのところに届けたいっていったような方も多くいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。こういった、YouTube のね、動画配信とか、あとはSNS 発信作業というか発信すること、みたいなことも、されている方、もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますね。もしかしたらあなた様はもうね、以前にそういった活動をされてて、ある程度のなんていうのかな、えー影響力みたいなものもあったりだとか、そういったことをね、経験されている方、多数いらっしゃるんじゃないかなというふうにも感じますね。なので今 A さんの気になっていること、これからね、どういうふうに、表現活動をしたり、あとはそうですね、ご自身の、状態ですよね。環境的なもの、なんかそれをね、改善していって、ご自身の、お力をね、発揮させていきたいなって、なんかそういったことをすごく考えていらっしゃったりだとか、気にしていらっしゃったりだとかするんじゃないかなっていったことも伝えてきてくれてますね。では、次なんですけれども、A さんを守ってくださっている存在さんとかね、全体的にそういった、見えないパワー、力からのメッセージを、もらいたいなというふうに思っております。はい、メッセージが届いております。A さんに届いたメッセージ、花のように咲く。そして、Become the True You というね、カードちゃんが出てきてくれてました。なんか、お花つながりなんですけれども、お花好きですか？先ほどもね、現状とか気になっていることを、見させていただいたときに、スピリチュアルティーチャーのね、カードちゃんが出てきてくれたんですけどね。こちらのカードちゃんにもお花いっぱい咲いてますよね。あなた様は、例えば、何かの、アート、芸術作品を生み出したりだとかね、そう、スピリチュアル関連のことをされている方も、いらっしゃるのかな。例えばこういったね、タロットとかオラクルも、スピリチュアル活動の一環かもしれませんし、そうですね、人に何かこう、不思議な力をこう分けたりだとか伝えたりだとか、そういったパワーがある方なのかなっていったことも印象的なんですね。でですね、あなた様のやっぱり花のようにね、咲くっていうメッセージは、あなた様が躊躇なく咲いて欲しいなっていうメッセージ。あなた様の力をこう存分にね、こういろんな方にこう
咲き誇って、見せてもらえたらなっていうこと、そしてその力があるんだよっていうことを感じますね。Become the True You っていうのは、これ、ちょっと解説本を読みたいと思うんですけれども、本当の自分になる。自分の本当の姿と生まれてきた理由を世界に向けて明らかにしましょうということですね。私たちは一人一人が重要な目的とともに生まれてきました。その目的を明らかにするため、ごく自然に興味が湧くことに意識を向けましょう。趣味は持って生まれた役割を全うするための資質を表すことが多いものです。責任を果たし、生活を支えながらも別の何かに情熱を注いでいくことができます。天使はあなたが生まれた時から決められていた、あなたが歩むべき道に立ってほしいと心から願い、そう仕向けています。今こそ本当の自分を受け入れましょう。本当の自分を受け入れることで、あなたは自分、他の人たち、そして地球を癒します。あなたは完璧な感情と感受性、性的関心、信念、そして情熱を宿してこの世に生まれてきました。あるがままの自分の姿を自分で判断しないでください。あなたはとっても重要で、そしてとっても美しい人です。といったようなね、解説の内容なんですけれども、とてもそのままのメッセージだと私は思いますね。はい。あなた様がこの、表現をね、していく。誇らしく咲いていく。そこにね、躊躇なくあなた様が向かわれて行かれますようにと、天界、存在さん、守護してくださっている存在さんたちは、大いにあなたに期待して、大いに守っているんだよっていうメッセージを伝えてほしいということでした。はい、いかがでしょうか。ということで、そのような A さんなんですけれども、これから A さんがまだわからないところでね、動き出していることを最終的にカードちゃんに伝えてもらおうと思っております。はい、それでは、こちらのカードちゃん出てきてくれました。開けてまいりたいと思います。まずはユニコーンオラクルカードちゃんです。True。そして、ムーンホロジーさんからは、Balance Spiritual Practicality。はい、そしてこちら、Blossoming Abundance 逆のカードですね。エナジーオラクルカードちゃんです。そしてこちらは、ヒーリング、インテリックヒーリング、ライトワークオラクルカードちゃん、Feeling the Threads of Connection のカードちゃん、そしてこちら、過去の傷、そしてこちら、Connect with Nature。はい。で、こちら最後にね、メッセージカードとして出させていただきたいと思うんですけれども、ここにね、バランス、スピリチュアリティ&プラクティカリティっていうね、言葉の中にスピリチュアリティってありますよね。なんですよ。こちらもね、スピリチュアルティーチャーのカードちゃんがさっき出てきてくれたんですけれども、精神性と、現実社会の、バランスを取るっていったような、言葉なんですね、こちらね。なので、こちらのカードちゃんは、あなた様が A さんがつながっている人たちとの、関わりから、不必要というか、ご縁ですよね。そう。ご縁がある方、そしてない方がこういうふうに残ったり離れたりしていくこと、それをね、あなた様がマイナスに捉えないように、ネガティブに捉えないようにっていったようなこともあるんですね。あなた様がわからないところで動いていることなんですけれども、ご縁がある方、ない方が、こう、自然にね、離れていったりだとか、より親しくなったりだとか、そういった動きをすごく伝えてきてくれていると思います。この全体的な印象からすると、あなたに有益というか、守護の存在さんたちもかなり応援してくれているんですね、A さんのこと。なので、あなた様が、先ほどもね、自分の力を活躍、自分の力を大いにね、使って活躍していきたいっていうふうに望まれていたりだとか、そういったことが気になっているということであるならば、そこに協力してくださったりだとか、よりね、こう盛り上げてくださったりだとかする方が、あなたについてきてくれたりだとか、もう一つは、
ただね、イエスマンだけではないってことなんですよね。そう、あなた様の、力を引き出すには、ただ単に、ポジティブなことだけではないと思います。ネガティブなことも、くっついてはくるとは思うんですけれども、すべてにおいて、あなた様が、やはりあなたの魅力、お花がね、パーってこう咲くような、チャンスが来たりだとか、そういった流れになるように、今すごくね、力が働いているんだよっていったことを、全体的に伝えてきてくれていることなんですね。コネクト・ウィズ・ネイチャー。これもコネクションなんですよね、コネクト。自然とのつながり。自然に、そういったつながりっていったものは、できている。そう。それは、妖精ちゃんがね、いるように、あなたが見えない世界、見えない力っていったものが大きく関与している。この蝶のように変化していくことも象徴されているんですけれども、あなたが変化して成長して大きく羽ばたいていく、そういった道筋流れていったものが今、作られているよっていったこと。はい。そして、このエンジェルごめんなさい。ブロッサミングアバンダンスさん。このカードじゃんね、お金、豊かさみたいなことをこう象徴的に表してくれてるんですけど、これが今ね、逆なんですよね。そう。なので、こういったことに関しても、今後はね、あなた様がより豊かになるように、そういうね、動き、流れをこう作ってきてくれてるんだよっていうことなんですね。過去の傷あります。はい。こちらのカードちゃんからも伝わってくるように、A さんがなかなかね、こう殻を破れなかったり、思い切ったことができなかったりっていうような状況って、過去のことがもしかしたらあるんじゃないんですかって。で、そのことについて、今、あなたが A さんが癒され、次のステップに進んでいく、新しいあなた様のその殻を破っていく。だからそのね、状況を今作り出しているんですよっていったことを、伝えてきてくれてるんですね。なので、自然界からの応援、やはり、見えないものの力っていったものが大きく今動いていますよって。なので、それを伝えてほしいということなんですね。あなた様が、つながりがあるもの。それは、人もそうでしょうし、あとは、思いですね。あなた様が思っている、その思い癖みたいなところ、そういったところも、解き放たれて、よりね、自由になっていける。そう。で、トゥルーのカードちゃん。Yes, what you are asking about is the truth. これも完全に肯定してくれてますよね。あなたのことを。A さんが、こういうふうにしたいなっていうふうに思っていることを、存在さんたちは応援してますよね。なので、これからね、見えなかったこと、はっきり見えてきていますよねっていったことも伝えてきてくれてます。それが、本当ですよ。何か迷ってたりだとか、見えなくなってしまっていた、あるいはいっぱい、方法とか、そうですね。方法がいっぱいあるのもいいんですけれども、あとはなんていうかな、こういう風になったらいいのになっていう理想とかね、そう、想像したもの、いっぱいあったけれども、だんだんそれが絞れてきてて、そう、それが本当のところなんじゃないんですかって。で、そこに向かって行きましょうって、ユニコーンちゃんがね、こう、誘ってきてくれてるような感じなんですよ。一緒についてきて、とか、そう、僕に乗ってとか、なんかそういったようなことをね、感じますね。あなた様が今思っていることっていうのが、それです。それが本当なんですよって言ったこと。それも、はっきりとね、伝えてきてくれています。はい。なので、その過去にあったことを乗り越えて、あなた様は、さらにね、殻を破って、変化していく。そこには、あなた様だけじゃなくて、いろんな見えない力が働いてるし、いろんな見えない存在さんたちがバックアップしてるからねっていったことも伝えてきてくれています。大きな動きとして聞いていますので、かなりね、大きな応援団、があなた様をプッシュしているような感じがするんですね。なので、非常に精神性が高かったりだとか、精神的なことをなさっていらっしゃる。あなた様でしたらば、そういったね、後押しがあるんだよってこと、自信を持ってね、これから進んでいってほしいなということです。こちらもそうですね。本当のあなた。やはりその言葉がね、二つ三つこう出てきているんですよ、重なって。
なので、そういったね、大きな流れなんだよってことは間違いないんじゃないかなっていうふうに私は感じますね。はい。花のように咲いていただきたいなって。あなたを守護していらっしゃるね。A さん守護していらっしゃる存在さんたちは非常にね、そういったことを強く伝えてきてくれてますよ。エネルギーとして非常にわかりやすく私は今受け取ったというか、はい、感じております。で、こちらのカードちゃんなんですけど、出させていただきますね。はい、メッセージとして、オール、すべて、私という存在のすべて、そして今あるもの、これから生じるものすべてが神のもとでは一体である。極小の細胞から無限の宇宙に至るまで、すべてが神のもと、一つなのだ。私は内なる愛の源から光を放射する。再び真のアイデンティティを見出すことができたから。私は神。すんごいメッセージ届けてもらえております。大きく動いてますね。はい。私は私、あなたは、A さんは A さんなのです。で、A さんは A さんの素晴らしい魅力。もうそれはね、花のようにね、皆様を引きつけてやまない、魅力があるんですよって言ったこと。それをね、疑うことなく、あなたが、放出する、光を放射する。そういった、流れにしていくぞいっていうようなね、はい、この道があるんですけども、もう道は開かれてるんだよ。あなたがここを一歩進んで歩んでいくだけなんですよっていうことを、伝えてきてくれてます。そう。神はあなた、A 様。すべてですよね、やっぱり。この世界はあなた様がやはり思った世界になっちゃいますから。ですのでね、そこをね、ちょっと注意点というか、意識していただけたら、これからね、開花、もっとして行かれるということを、カードちゃんから伝えてきてくれております。はい。ということで、A さん。こちらワールドのカードちゃんです。あなた様がね、A さんの世界、それが、完成されていく、これから大きな流れっていったこともね、こちらの無意識のところで、あなた様がね、選ばれているんじゃないかなっていったことなんですね。はい。潜在意識と、現在意識。A さんのその顕在意識じゃなくて潜在意識のところでおそらくね、このカードじゃ選ばれていると思いますので、やはりその世界なんですよね。あなた様の世界観っていったものがこれからね、どんどん完成されていく流れに、向かっていますよっていったことを、今回は A さんにメッセージとして届けさせていただきました。いかがでしたでしょうか？もしよかったらチャンネル登録、高評価の方も押していただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。A さんがこれから、精神性の、面、スピリチュアル的なことも多分ね、よくご存知の方で、そして、宇宙とのつながり、その感覚も、お持ちの方なんじゃないかなというふうにも思いますし、そうじゃなかったとしてもですね、あなた様が思い描く何かね、向かっている先というものが非常に、とても、パワフルであったりだとか、大きな影響を及ぼしていかれるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひぜひね、大きく花開いていただけたらなというふうに思います。ご視聴どうもありがとうございました。それではまた。それでは B さんのリーディング開始させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、それでは A さん現状エネルギー開けてまいりたいと思います。ソードの9、ソードの8、ソードのページ、そしてソードの4が出ております。はい、大変印象的なのがすべて、ソードのカードちゃんで正位置で出てきてくれているんですね。すごくね、女性的な感じをしますよね。女性が全部出ておりますけれども、B さんの現状、今ですね、例えばちょっと状態が
体調悪いなとか、なかなかこう、うまい考えが出てこないとか、考えがなかなか、はっきりしないし、すっきりしないような状態。頭がこう、もやもやしてたりだとか、頭が重いなとか、痛いなとか、そういったことありませんか？こう何か始めたいなとか、やりたいなって言ったような状態に、本当はね、すっきりとして、そちらの方に進みたい。ですけれども、体の方もなんか重たいし、目とか、このなんか上の方ですよね。そこがすごくね、今重く感じるんです。なので、全然違いますっていう B さんでしたら、ごめんなさい。なんですけれども、中にはそういった方がちょっと多くいらっしゃるような感じがしますね。なかなかままならないような状態だったりしませんかね。お疲れの方、あるいは、何か休止しなきゃいけない。停止しなきゃいけない何かがあったとかね。ごめんなさい、影になっちゃった。そういったこと伝わってきてますね。なかなかこういった出方しないですね。かなり、そうですね。思考がね、すごく、なんていうのかな。一つは、頭の方、すごくね、思考がガーってこう回りすぎちゃってて、すごいエネルギーを使っちゃってて、お疲れになってるとか、もう一つは、やっぱり、なんていうのかな、考えることすらもちょっとしんどい、今。なのでね、お仕事とかされてる方って、すごく、なんていうのかな、お仕事しづらいような状態。学生さんでもそうですけど、お勉強がなかなかはかどらないとか、違うことを考えてしまったりだとかしたりね。なかなかこの集中っていったものを思うように使えてないような状態を感じます。もし、違いますっていう B さんでしたら、他の選択肢の方もね、見ていただけたら幸いです。はい。ということで、そういったね、状態を伝えてきてくれてますね。次の、出してもらいたいカードちゃんなんですけれども、今、あなた様がね、何について心配していたりだとか、気になっていたりだとかするのか、はい、そういったことをね、見させていただきたいと思います。はい。では、こちら、B さん、頭から離れていかないことかな。開けてみましょうね。ソードの2。はい。そして、クリスタルの7ですね。はい。またね、やっぱりソードの2が出てます。ソードですよね、全部。あと、クリスタルの7。ちょっと当てはまるかどうかっていう感じなんですけど、B さんの周りにね、なんか亡くなられた方がね、ちょっといらっしゃるのかな。悪い意味じゃないです、全然。あなた様が思っている人ですね。その人のことがすごく頭から離れない。で、実際にね、あなたの周りに、B さんの周りにも、もしかしたら、例えば、おじいちゃまおばあちゃまとか、お世話になった方とかね、あとは、亡くした方ですね。あとは、ワンちゃん、ニャンちゃん。一緒に暮らしていた動物さんたちとか、そういった存在のエネルギーを伝えてきてくれてます。感じます。で、あなた様が、そのことについてすごくね、思ってしまってて、過去のこととか、後悔とか、そうですね。なんか祈りを捧げてる感じもするし、なんかそういう存在さんたちに、なんか伝えたいことがあるのかな、B さんがすごく強く思ってるような感じがするんですよね。ちょっと待ってくださいね。そういったことばかりではないと思うんで、中にはというふうに聞いていただけたらいいなというふうに思ったんですね。はい。失った命についてなんか思ってたりだとかするのかな。そこがすごく気になるっていう方もいらっしゃるでしょうし、あとはですね、何か待っていらっしゃることがある。待たなきゃいけない時間であるって言ったことも感じますね。今何か動くことを待っている。
状態の変化を待っていらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。誰かの何か変化、答えだったりだとかもするかもしれないですし、そう、月日が経つのを待ってる、時間が経つのを待ってるとかね。なんかそういったメッセージも入ってきます。はい。B さんがどなたかに向けてメッセージ飛ばしてるとかね。っていうのは、お祈りとか願いとかそういったこともあるんじゃないかな。それでもう一枚ぐらい何かね、もらいましょうか。6。カップの2が出ましたね。はい。今ね、B さんの頭からなかなか離れていかないもの、頭の中でぐるぐる考えてしまっていること、それに、今カップの2のカードちゃんも出てきてくれました。やはり、意思疎通というか、思いなんですよね。思い、願い。そうなのでね、どなたかをやっぱり思っていらっしゃる。それは、伝わってきます。何らかしらの、交流が取れないだとか、連絡がつかないだったりとか、会話ができないだったりとか、答えがわからなかったり、思いを馳せてます。思いを飛ばしてるっていうこともあるし、もう今となってはなかなか連絡取れないとか、お話ができないとか、つながりが持てないとかね。なんかそういった存在、誰か何かに、あなた B さんの思考がこうぐるぐるしてしまっているんじゃないかっていったことを伝えてきてくれてます。はい。では、B さんなんですけれども、そのような状態の B さんに、今ね、展開の存在さんたち、あとは B さんを守ってくれている存在さんたちとか、ご先祖様、ハイヤーセルフさんも全部ね、くるめて、そういった見えない大きな力からのメッセージを B さんに届けてもらいたいと思います。はい、それではめくってまいりますね。Get some exercise。そして、メンター。そして、揺るぎない自信。今、B さんに届けられているメッセージなんですけれども、動いていいってこと。あなたは動きなさい。自信を持っていい。それはもう揺るぎない自信なんだっていうことなんですね。太鼓判をされてますよ、B さん。はい。そしてですね、メンターが出ました。お坊様がですね、手を合わせてこちらじっと見てくれてますけれども、B さんって、そういうことをなさってきたのかな？そういうことっていうのは、例えば、感謝をしたりだとか、ちょっとスピリチュアルな話になっちゃいますけれども、見えない存在に対してね、いつもこう、手を合わせてくれていたりだとか、誰も見ていなくても、ちゃんと、なんか、正しいことをしていようとか、あとは、感謝の気持ち忘れないようにしようとか、そういうね、なんか、精神性のところで、とても、なんていうのかな、精神性の高いような行動を今まで取ってこられた方なのかなっていったことも感じるんですけれども、なので、あなた様が今までしてきたこと、見てるよって、B さんが今までしてきたこと、全部見てるよっていうことなんです。で、B さんがなんで今そんなに、気にしていることがあるとしたならば、なんで気にしているのっていうこと。で、B さんが動き出すことに対しては、もう自信を持って背中を押します。もちろん、それはあなたがずっと、なさってきたことがあるでしょって。で、それを知ってるんだよって伝えてきてくれてるんですね。B さんは迷うことなく、動き出していいんだよって。そうで、自信をね、取り戻すというか、もともとあなたには備わってるものがあるんだから、それを活かしていってくださいっていうことが伝
わってきています。で、これ、ゲッツサムエクササイズでも運動しましょうみたいな感じなんですね。運動ってもう、なんていうのかな、動きじゃないですか。そう。なので、振動数っていうね、言葉もありますけれども、振動数を下げることはないですよって。あなた様が持ってるエネルギー、パワーってすごくあるんだから、ずっとそれを私たち見てきてますから、そう。なので、あなたがね、B さんが振動を上げて動き出すことをずっと見てるし待ってます。うん。大丈夫って言ってことを伝えてきてますね。なぜならば、もう揺るぎないから。うんうん。疑うものでも何でもないですよって。あなたが動き出せば、きっとね、いろんなものの振動数が上げていくことができるんじゃないかなって。で、すごいエネルギーをこう、なんていうのかな、残しながらあなたはどんどん切り開いていく姿なんですよね。これをね、伝えてほしいっていうこと。それを感じます、私は。はい。メッセージとしてですね。うん。なので今ね、何かの、つながりをね、こう、持てないとか、例えば、これ本当にスピリチュアリティで、ぶっ飛んでることかもしれないですけれども、例えばね、瞑想したとしても、なかなかこう、うまくいかない。宇宙とつながれないだったりだとか、更新っていうか、なんていうのかな、大いなるエネルギーとつながることができないとかね、なんかそういった状態の人もいらっしゃるかもしれないけれども、それってすごいなんていうのかな、現実的にこの地球上での流れとかエネルギーにあなたが制されてしまって、そう、そこでね、こうパッとこう開いていけないんですよね。こう、なんていうのかな。エネルギーをこう滞らせちゃうんですよ。そう、だから、あなたのこの肉体とか精神とかをこう、つなげてくれるエネルギーっていったものの途中に何かがこうあるとするならば、それはあなた様がこういろいろね、動けなくしてしまっているものもあるんじゃないのっていったことも伝えてきてくれてますね。はい。ちょっとよくわかんない説明で本当ごめんなさいなんですけれども、ということです。とにかく、動き出してくださいっていうこと。うん。で、シサイさん、メンターですよね。心の師匠さんみたいな人いますか？そうそう、B さんのその心を作ってくれた人とか、今も心の中で相談する人とか、そういった存在さんたちもいるよっていうことも伝えてきてくれる。いつもあなたの心の中にいるじゃない。だから自信を持ってください。私たちはもう分かってますよ。B さんが揺るぎない自信を持って進んでいくことも、ゴーサインが出てるし、突き進んでくださいっていうことをね、伝えてくださいということです。メッセージとして。はい。では、B さん、これからね、B さんがわからないところで大きく動き出していることを出してもらいたいと思いますので、ちょっとお待ちください。それでは大きく動き出していますことを、開けてまいりたいと思います。こちら、Protection for the vulnerable heart。ごめんなさい。そして、ユニコーンちゃん。はい。Believe in yourself。はい。そして、Bring love into situation。そして、こちら、Appreciation の逆ですね。はい。フラワーさん。Smile。いいですね。はい。次、こちら。淑女。お、かっこいい。そして、フラワーパワー。はい。フラワーパワー出ました。うん。見づらいかな。このカードちゃん全体的から感じるエネルギーなんですけれども、B さんがね、これからもう大きなね、スマイル、笑顔になるようなことが運ばれてくるように動いてますってことを伝えてきてくれてますね。今はね、お花がこう、持ってますけれども、このね、バラだと思うんですけど、バラってトゲがありますよね。そう、お花を掴むために結構傷だらけになってる。なんかそういったことありましたよね。そう。
それがあなた様の中で非常に大きな力となって、これからそれがさらにね、倍増していくんですよ。なぜならば、この、少女が、妖精の少女さんがですね、少女の妖精さんかな配ってるんですよね。でも、これで、このお花たちは、みずみずしくお花を咲かすことができるんだよって。なので、あなた様が、これまで勝ち得てきたもの、得てきたものっていうかな。そう。簡単じゃなかったと思いますが、でも、それがね、いろんな人に今、こう、いい影響を及ぼしているので、それが返ってきます。うん。これからね、回収というか、そういうね、あなた様に返ってきますよ。うん。なので、この水のね、入っている亀をジャバーってやってるんですけれども、これはあなた様なのかなっていうふうに思いますし、こうジャバーってやったあなた様の頑張ってやってきたことですよね。そう、それがね、周りにいっぱい愛をね、持って満たされていきます。そういった環境になってきます。うん。非常になので、これから、あなた様が、素敵な女性になってきますっていうことなんですね、これ。で、B さんが男性であってもそうなんです。象徴してるんですよ。B さん自身のことを。で、このカードちゃんの意味って、B さんがとてもね、素晴らしい、人なんだよってことを伝えてきてくれてるんですね。コツコツ何かしてきていませんか？あなた様が真面目にね、取り組まれてきたこと、そのことについて言ってきてくれてます。しかも、すごくそれが、ネガティブじゃなくて、ポジティブに働いてるんです。このカードちゃんは、すごくね、あなた自身のことを称賛してくれてる。なので、B さんが B さんを、これで良かったんだなとか、よくやってきたなっていうふうに思える流れになってきてます。もうね、スマイルのね、カードが出てますので、ひまわりの種っていっぱい種つけますよね。あんな暑い日差しの中だって、お日様に向かって咲き誇ってますよね。そう。なので、非常に力強くて、たくさんのものが実る。そういった流れなんだよってことを伝えてきてくれています。そのね、素晴らしいものをあなたが手に入れる。そこには、やはりね、傷ついたりだとか、心を痛めたこともあったでしょうけれども、でも、それは、これからね、あなたが豊かになっていく。そう。で、とても魅力的な人になっていく、その要素としてあったんです。で、それはあなたが、血を流しながらでもね、手に取ったからこそなんですよ。でも、それって、そこで終わりじゃない。これからなんですよ。これからあなたが、このお花がね、流しちゃったごめんなさい。このお花が咲けるのはあなたのおかげですっていう風に伝えてるんですよね。だから、なので、周りの方にあなたが愛情を、配った、愛をあげた、与えてきた。その、帰りとしてね、たくさんの笑顔、そしてあなたも笑顔になる流れなんですよって言ったことを伝えてほしいってことなんですね。なので、あなたが信じたこと。それはあなたが信じることである。何言ってんでしょうね。ごめんなさい。あなたが信じていることっていうのは、あなたが信じたからなんですよ。あなたを信じるものでもあるし。わけがわからない。こんな言い方。なんていうのかな。だから信じていいんですよってことなんです。やはりですね、先ほどね、あなたに届いているメッセージ、揺るぎない自信なんですね。揺るぎない自信を持っていいぐらいにあなた様は何かしてきていらっしゃいますよねってこと。だから、どんどん動き出していいんですよって。はい。で、傷ついたこと、血を流したこと、茨でね、血を流したこと、獲得するのに大変だったこと、それがこれから、あなた様に実りとね、豊かさをもたらす、そういった大きな動きになってきますよってことなんですね。はい。なので、これは、
事業、ビジネスとか、そういったこともあるでしょうし、あとはご家族、周りの人にあなたが、愛をあげたこと、学生さんもそう、お友達とか、何かね、催し物、イベントとかあった時に頑張ったりだとかしてこられませんでしたか？何か委員会とか委員長とかね、やってみたりだとか、そう、何かリーダーシップをね、率先してなさってきた方とかね、そう、ご自身の意思でそういった大変なこともなさってきた方なんじゃないかなというふうに思うんですけど、それがすごいね、素晴らしい経験になっているので、そう、年齢関係なくなんですけれども、今までやってきたあなた様が、自分から進んでね、人の痛みを背負ってあげたりだとか、してきたことっていうのが、これから大きな、リターンになってきます。で、あなただけじゃなくて、B さんの周りの人も笑顔にしてるんですよ。なんかすごくね、本当に、いっぱいの種をまたこれからまけます。で、それはあなた様だけじゃなくて、B さんだけじゃなくて、B さんから愛を分けてもらった人たちがたくさん種を分けていくんだよっていうことなんで、結構ね、たくさんそういった慈善活動というか、そういったこともされてきた方なのかしら。なんか人のためにね、頑張ってきたんだよっていったこともね、感じるんですね。ただ、今の状態って、ちょっと頭が重たかったりだとかする状態かもしれないんですけれども、でもそう長くは続かないと思います。なぜならば、あなたの応援団ね、見えない応援団は、あなたのその力、そのままにしませんよってこと。で、メンターなんで、必ずあなたの心に答えを届けますからねっていったことも今伝えてくださいって来ましたので、はい。お伝えさせていただきました。あ、そっか。なんかあなたの周りにね、いるよって、感じたんですよね、最初。そうそう。何か待ってる。だから答えを待ってたんですかね。何かのね。でもそれ、あなたの心にちゃんと届けますっていうことも伝えてってきてますので、大きく動いてきますよ、これから。なんか停滞感だったりだとか、そうね、気にしていたこととか、そういったことも打って変わって動き出します。大丈夫です。笑顔が出てますので。はい。そうですね。ちょっとこちらのカードちゃんからも、メッセージ、最終メッセージもらいます。じゃん。捧げる I offer。はい。読まさせていただきます。私は怒りと悲しみと恐れをすべて愛と共に神へ捧げる。過去も未来もすべて捧げる。そして神を疑うのはやめる。そうすれば完全に自由になれるから。神が何もかもうまく処置してくれるだろう。何が起きようと構わない。それが私の魂にとっての最善の道なのだ。ということです。もう疑うことなく、疑わないでいいんです。あなたが今までしてきたこと。誰かのためになるならばとか、誰かの笑顔になるならばって思われてなさってきたこと、もうすべてそれは捧げてます。なので、あまり神って言うとね、みんな怪しんじゃったりだとか、って思っちゃう方もいらっしゃると思うんですけれども、それは置いといてください。そうですね、天界のとか、宇宙さんのとか、そういったことに置き換えてほしいですし、ご先祖さんでもいいですし、あなたを見守ってくれている存在さんたちもね、見てますよっていうことなんですよ。それを受け取ってますから。そう。なので、あなたはもう、ドーンと構えて、ドーンと動いて、OK です。自由になれますっていうことです。だから何もね、疑うことなく、やっぱりちょっと色合い似てて、ちょっとドドドってきました。色合い似てませんかね。揺るぎない自信を持って動いて、OK ですよ、いいですよって言ったこと。それがね、魂にとっての最善の道です。はい。
ということで、メッセージいただきました。B さんお選びいただいたカード、こちらデビル出てます。悪魔。タロットでいう悪魔っていうのは、別にその怖いものではなくて、例えばご自身の中で何かがね、引っ張ってしまっているものとかありませんかっていうことなんですよ。何かつなぎ止めてしまっているもの。その場でこう停滞させちゃったりだとか、妙にそれが居心地が良くなっちゃって、自分でそこの場所でね、うずくまっていたりだとか、なんとなくそこで過ごしている方がいいかなっていうふうに思っちゃったりだとかしてませんかっていう、そういったメッセージなんですよね。そう。なので、そういう鎖みたいなものをこう自分で引きちぎって、抜け出すことなんて可能ですのでっていうことを伝えてきてくれてます。B さんの潜在意識の中でこのカードをお選びいただいたということは、何かそういったね、自身からの何かのメッセージだと思いますので、伝えてきてくれていることは、自分でね、もうそういった鎖、停滞しているその鎖、あなたを動かせなくしている何かがあるんだとしたら、それはご自身で断ち切れることができるんだよっていったことを伝えてきてくれているような感じがすごくいたします。ということで、B さん、今後ね、自信を持って、もうぐっと動き出していただけたらなというふうに思います。いかがでしたでしょうか？もし良かったなというふうに思っていただけましたら、チャンネル登録、グッドボタンの方で応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、ということで、こちらで終了させていただきます。B さんがこれからまたね、充実していくことを願って終わりにしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。それではまた。C さんのリーディング開始させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずは C さんの現状エネルギーを見させていただきたいと思います。もしね、C さんこの状態じゃないですっていうふうに思われましたならば、他の選択肢の方を見ていただけたら幸いです。はい、それでは開けてまいります。ソードの5の逆。スターが逆。はい。スターシード逆ですね。そしてソードのエースが逆ですね。全部逆位置に出てますね。ちょっと印象的なんですけれども、スターシードとスターが出てます。これはなかなかお強いエネルギーを今感じますが、ただ逆位置ですね。C さんの中何かエネルギーこもってるのかなっていう感じがいたします。何か自分の外に出したいものがあるんじゃないでしょうか。だけど、それを出してはいけないシチュエーション、環境、何か周囲の方が許さないとか、何かの、ルールがあるとか、そういった方なのかしら。そういったことを感じますけれどもね。本当だったら、すごいね、パワーがあるんですよね。だけど、それがね、思い切ってできないような状態に感じますね。制限がある。今ね。このスターシードって確か特別カードだと思います。スペシャルカードなので、かなりエネルギー今、本当だったら強いんですよね。あなたの理想的な何かに向けての、思いがすごくあるんじゃないかなと思うんです。だけれども、それが上手に伝わらないだったりだとか、進んでいけないだとか、そういったことがあるのかな。ちょっと漠然としてしまうんですけれども、想像で固められているので、何か考えとかね、言葉とか、C さんにすごく制限かけてくる方とかいらっしゃいますか？周りに。でもね、理想的なことだったりだとか、あなたがすごくね、使命感を持ってやってるようなことに対して、それが、壁になってしまってね、光が広げていけないんですよって言ったこともあるんじゃないかなというふうに思うんですね。本当だったら、もうなんていうのかな、道のりが見えてる、先行きが見えてる、そういったことなんだけれども、何かシャットダウンさせられちゃってる。シャットダウンさせられちゃってる。創造性とか、頭の中、考え、空想、思いとか、そういったこと
非常に、強く感じます、今。自由にならない、ちょっと憤りもあるのかな。なんか勝負事にね、対しても、こう、いいチャンス来ました、いい話が来ましたって言っても、そこに何かこう、乗っていってはいけませんよ、みたいな制限があるんじゃないかな。お仕事でもそうだし、あとは、趣味の活動とか、そうですね、そういったことでもそうですし、あなたのそのエネルギーがうまくこう、ごめんなさい。流れに乗れてないって言ったことは感じます。はい。あなたのその、エネルギーね、強い思いとか、これやったらうまくいくんじゃないかなっていうふうに思ってたとしても、そういうふうにさせてくれないような何かがある。そういったことを感じます。ということでですね、今ね、じゃあ、C さんの頭の中に、離れないもの、気になっているものとか、心配していることとか、そういったことをちょっと聞いていきたいと思うんです。はい。それでは、今すごくね、頭の中にあるもの、ちょっと聞いてみたいと思います。ユニバース。はい、逆です。そして、クリスタルのページさん。はい。やっぱりですね、ユニバース、これのタロットでいう世界のカードなんですけれども、何かの、物事の完成や完遂、達成とか、そういった、すごい高まるエネルギーを感じるエネルギーが高い。そのカードちゃんが出てるんですけど、やっぱりそれが逆に出てますよね。頭がすごく光ってるじゃないですか。だからなんかね、考えとか思いとか、アイディアとかね、いっぱいあるんじゃないかなというふうに思うんですよ。B さんじゃごめんなさい、C さんね。なんだけど、それが、こう、やっぱり、発揮できないんですよね。何が止めてるんだろうか。クリスタルのページさん。そうです。これもね、成功していく足がかり、一歩。その一歩が、すごく踏みたいんですよ。そう。これも頭光ってますよね。来てるんですよね、今何かが。C さんの中に何か来てるんですけれども、それをこう具現化、実現化させてくれないっていうか、できない状態なのかな。そう、それがすごく頭の中でぐるぐるしてる。まあ、スターシードも出てますんで、かなりエネルギー強いんですよ。スターだし、スターだし、ユニバース、世界、宇宙なんですよ。ねえ、なんかすごいエネルギーを持ってらっしゃいますね、C さん。なので、今、お仕事で取り組まれてることも、かなり、重要な任務だったりだとか、ミッションだったりだとかね。ちょっと私にはわからないぐらいのレベルの、ものだったりだとかもするのでしょうか。宇宙とか、守護してくださっている存在さんとか、C さんにね、C さんを見守っている、見えない力、存在さんたちからのメッセージ、ちょっと聞いていきたいなとも思うんですね。今この状態に対しての。はい。はい、それではめくってまいりましょう。Everything's okay? コインのキング。そして、かけがえのない価値。メッセージ伝えてくださいということで、この3枚出してくれたんですけれども、本当すごいなぁ。全部、どうせうまくいきますっていうカードちゃんなんですね。どうせうまくいくからって。そう、なので、まあ今ね、いろいろな、停滞だったりとか、何かこう、遮っている壁みたいなのがあったとしたとしても、あなたはそれを突破していくってことです。で、かけがえのない価値のカードちゃんが出てますよね。あなたにメッセージなんですよ。なのであなたは、C さんは本当かけがえのない、なんか素晴らしい、例えば知識だったり、勉強だったりだとか、なんか、特別なね、能力を持っているよって言ったことも伝えてきてくれてるんじゃないかな。そう。なので、まあ、ペンタクルのキング、成功者なんですよ。成功して達成して、もう、なんていうのかな、王者、覇者になってるんですよ。なので、そこまで、いける。あなただったらいける。大丈夫ですよって言ったことを伝えてきてくれています。本なので、何かね、知識だと思います、これは。それをあなたはもう持ってるよってこと。それは他の人にはないもの。
すごくお勉強されてきたりだとかされる方なのかな。あとはなんか、ずっと前から結構特殊なものをしていらっしゃいませんか？特殊なこと。なかなか一般的ではないことだったりだとか、世界的に影響があることだったりだとか、そういったね、ちょっと特別なことをやってきている方なのかなっていったことも伝えてきてくれてるんですけども、今ね、ちょっと、例えば、なんかの規則とか、制約、あと契約とか、そういったものがうまくいってなかったりだとかしても、そこを突破していけるから大丈夫ですよってことですね。はい。必ず完成させるし、貫通していけます。そういった、メッセージもらっております。もうね、この自然界の王者なんですよね。この絵ではね、コインってお金じゃないですか。効果ね。なんですけれども、豊かさなんです。なので、このキングさんは、ただ単に成功してお金を得るっていうことではなく、自然の世界、経済的だけじゃなく、そういったね、自然界からもあなたは受け入れられている。なのでね、なんか、そういう、自然界のことなんだよな。例えば科学的なこととか、物理的なこととか、生物学とか、ね、そういったことかもしれないし、スピリチュアルな、お勉強、ずっとされてきてる方かもしれませんね。ステンドグラスがありますよね。これ、教会とかね、そういった感じもしますし、哲学的なこととか、精神性のこととか、宇宙学とか、なんかそういった専門的なことを、感じますので、他になんかあんまりされてないことをあなた様は達成していらっしゃいますよね。なのでもう OK ですってことです。今どういう状態であっても突破していきますよっていったことを伝えてきてくれます。はい。では C さん、これからね、今なんですけども、C さんがもうわからないところで、すでにね、大きく動き出していることをカートちゃんに伝えてきてもらいたいと思います。はい、それでは開けてまいりますね。まずこちら、Enhanced Protection for Beautiful Boundaries ということですね。ユニコーンちゃんはこちら、Curiosity。はい。そして、ごめんなさい。Prosperity Lies Ahead。はい。こちら、マンホーリングコインですね。はい。そしてこちら、Wise Soul。こちらは、Ask for what you want。そして、愛の言葉が出ました。はい。これからですね、どんなことが、展開として起きてくるかというか、もうすでにね、大きく動いていることなんですよってことなんですけれども、今、あなた様が目指されている、地点に向かってね、大成功なんですよ。大成功を収めますよってことと、そして、そこには、もちろん豊かさもついてくるので、金銭面に関しても心配ないんじゃないかなというふうに思いますね。まず、こちらね、もう豊かさが待ってますよって言ったことを伝えてきてくれてますね。そしてこちら、あなたが欲しいもの、それはね、手に入っていく流れなんですよ。もう宇宙に向かって、あなたが欲しいものを言ってくださいっていうカードちゃんなんですね。なので、動きとして見ているので、流れとしては、あなたが欲しいなっていうふうに思っている状態になっていくっていうことは、もう確実にね、流れとしてあるんじゃないかなっていったことなんですね。とても前向きで、とても嬉しいメッセージ来てますね。流れとしてね。で、キュリオシティ、好奇心のカードが出てます。今までこう打ち込まれてきたことって興味のあることじゃないですか、もちろんね。で、そこでの出会いっていうのは、本当に素晴らしい出会いがありました。そしてこれからも素晴らしい、コネクションというか、つながりっていったものができてきます。で、今まで、見なかった、接しなかったこと。それは人でもそうですし、物事でもそうですけれども、
エネルギー、異質なエネルギーっていったものとのつながりや、混ぜられるというか、なんていうのかな、新たなね、力となって、あなたの、新しいその好奇心にどんどんつなげていってくれる。C さんだけじゃなくて、いろんな方への大いなる影響、大きな影響になるんだよって言った。そう。なので、これからすごく楽しみなんですよね。で、愛の言葉が出てます。これ本ですよね。先ほどもこれね、象徴として絵がね、描かれてました。そう。あなた様の持っている、その、発信することや表現すること、出すことですよね。アウトプットすることっていうのは、愛が元になってるでしょって。そう。だからこそ物事って動くのっていう風に伝えてきてくれてます。なのであなたの中の愛があるから、このような流れになってるんですよって。全部繋がってるんですって。で、突然ポンってなるわけじゃなくて、あなた様が、C さんがなさってきたことが愛から発信されてるから、そう、だからこのような流れになったんだよってことも伝えてきてくれてるかな。そう。なので、ずっとね、その、発端が愛ならば、このままね、良い流れがどんどんできてきます。Enhanced Protection for Beautiful Boundaries。これ美しい境界線なんですよね。物事の良い流れ、大きな流れに今、もうなり始めてるんですけれども、そこまでに、やはり、痛みを伴うことがありましたよね。だけど、それって必要なことだったんです。怪我とか傷が治るときって、体のいろいろなね、ものがこう助け合って、新しくこう皮膚を作ってくれたり、保護するためにね、治していく、その工程がありますよね。なので、いろんなね、困ったこととか、心を痛めたことであったとしても、その、見えないものがね、作用して助け合って、あなたの、その、一要素として、新たにね、生まれ変わってというか、生まれ直している。細胞も生まれ変わってるじゃないですか。そう、なので、すべてがあなた様の新しい自分、次のステップっていう風に、どんどんね、つなげてきてくれているし、それを、生きてきたのはあなた様なんだよっていうこと。なので、今、動きとしては、さらにまた、新しいあなたになっていきます。その新しいあなたは、痛みとか苦しみとかっていうよりも、成功したりだとか、豊かになったりだとか、そう、さらなる好奇心を呼ぶ出会いであったり、あとは、人ともそうですけれども、チャレンジすることもあるかもしれないし、新しい分野を研究することであるかもしれない、勉強することかもしれませんけれども、あなたのその求めているものは宇宙はね、どんどんこう差し出してくれる、その流れになってますよってことなんですね。そう、発端が愛だから、あなた様の元になっているものが愛だからこそ紡がれていく、言葉も計算式も、なんだろうな、音楽でも何でもそうだけど、生み出していくことは、愛が発端だからこそ、この大きな流れになっているんだよってことを伝えてきてくれてますね。Wise Soul, Your Soul Carries。これちょっと解説本を読まさせていただきますね。これ、アザレアっていうお花なんです。はい。賢い魂。あなたの魂に太古の英知が宿っている事実を受け入れ、周囲の人たちを助けてください。あなたはとても大切な使命を持って地球に生まれました。あなたの中にはとっても深いスピリチュアルな英知があります。あなたが何回も生まれ変わる過程で育まれてきたものです。自分が持っている英知を認め、使うことが大切です。もたらされるメッセージを他の人たちと分かち合いましょう。成功への鍵はメッセージに秘められています。はい。近い将来心躍る、体験が待っていると思ってください。天使たちが発見の旅に連れて行ってくれます。あなたはいつも導かれています。いかなる重圧も感じることはないでしょう。すべてが大切なタイミングで起こります。ということですので、もう、総合して今、伝えてきてくれてるんじゃないかなというふうに思います。はい。賢いんです。賢い魂。あなたのその英知、太古の、人たちから受け継がれ、重ねられてきた、ことなのかなっていうふうに思いました。なので、そういったことに興味があったりだとか、あとは、
何も別に自分勉強してないし研究してないですしっていうあなた様でも、あなた様の中におそらくね、ご先祖さんたちが、重ねてきているものがちゃんと受け継がれていると思います。で、何かしらの、あなた様がすることって、何かしらのそういったつながりから、されていることなんですね。特にです。特に C さんは何かのその、いろんな方に対して影響を持っている、ちょっと特別なものがあるんじゃないかな。はい。知識だったりだとか、そういった家柄の人だったりだとか、あと、ご先祖さんにそういった方がいる。そのようなことを伝えてきてくれていると、私は感じますので、はい。ぜひね、C さん、もしよかったら受け取っていただけたらと思います。最後にですね、こちらのメッセージ、もらいたいと思います。はい。2の4の6。はい、こちらですね。あ、やだー、すごいすごいよ。はい、マジック&パワー。魔法と力。私は自分の力を信じ、自己不信の声に耳を貸すのはやめる。もう恐れるものはない。人生を信頼しよう。どんな出来事にも理由がある。だから疑いよりもっと高い次元へ気持ちを向けて、目の前に現れる無限の可能性を発見していこう。これからは創造性の力を積極的に使い、調和と魔法に満ちた人生を作っていくということで、もう全部がもうそのことを伝えてますよね。多分 C さんにはわかる。で、こちらね、お選びいただいたカードちゃんも、実はマジシャンなんです。C さんの潜在意識の中で選ばれてますよね。もうなんかね、錬金術師とか、何かを生み出す人なんですよね。そう、錬金術師をこう、表してるんですよ。マジシャンって。なので、こう、今までなかったようなものを新たに生み出す人、科学的であるのかな、あとは何だろう、文学的であるのかな、そう、あらゆるジャンルに当てはめてね、ご自身の、取り組まれていることで、受け取っていただけたらなというふうに思います。マジック&パワー、魔法と力ですね。はい。無限の可能性だなって思います。いかがでしょうか？ねえ、素晴らしい。本当、愛の言葉か。ねえ。ということで、C さんいかがでしたでしょうか？もしよかったら、チャンネル登録、グッドボタンを押していただけたら嬉しいです。そちらの方もよろしくお願いいたします。C さんがね、これから、好奇心、やまず、興味を持って続けて、行かれますこと、とてもね、多くの人にまた影響を及ぼしていくことだと思いますので、富とね、名声、成功みたいなものが、これから、動き出して、もう動いているそうなので、引き続き、Everything is OK なさっていただけたらなというふうに思います。はい。ということで、ご視聴どうもありがとうございました。それではまた